にちは。今回は推しの子第35話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。もうバラすのかよ。これ払うんやな。よすがになるか。アクアが五郎先生に寄ってる。なんで急にバラす気になったんや。最終回やからやない。作者、自然な展開で前世バレさせられないと諦めたか。ここからメスになるルビー好き。ここで終わってもよかったやな。マーゲン生がイケメンならええやろ。もうハッピーエンドでよくない。ここで終わっておけばよかったのに。このまま2人で幸せになればよかったのに。ここで終わったらハッピーエンドじゃないか。これも2人は幸せなキスをして終了じゃん。この流れでまともなオチになる感じ全然しないんやが。これラストまで1クール分の話は残ってるんか。推しのこの3期の部分って復讐に向けて盛り上がって本筋進んでるし、一番肝心な秘密も打ち明けるし、実は一番おもろいとこかもしれんな。アニメもちゃんとやれてて評価したいわ。なお、メスの顔してる。いい最終回だった。メスの顔しやがって。16歳なバババなんだよ。期間よすがってしまう。こっからルビーがメインヒロインになる、そう思ってた時期がありました。身体的には血縁者なのに。血縁者どころじゃない二卵性ソーセージだろ。近すぎる。黒い星は消えたがこれはこれで怖い。残念ながら16歳ではヒロインレース的には面白いことになってるな。これにはさすがにドン引きよ。やばい。この関係性はやばい。所詮結ばれないし犠牲エンドになるしかないな。原作ここ笑った。何があった？王毅将軍なら約束守って結婚してた。まともに作画してもらえなくなったメムチョ。自宅かと思ったら重曹とメムチョがいた。簡単メムチョ。アマーマルビーエチエチかわいい。メムチョがずっと良い女である。超美男美女の双子はヤバい絵になりすぎる。今回ずっとメムチョの扱い立ちすぎ。重曹ちゃんのこの強キャラ事情知ってる感もなんか虚しいな。この幼女実在してるのかイメージ映像だと思ってた。てっきり役アにしか見えてないのかと思ったけど、実態あったのか。子役デビュー。ギャグ落ちくさ。3期ギャグ落ちで終わったな。推しの子3期も面白かったじゃん。いつつまらなくなるんだよ。2期よりは面白いな。構成と脚本の血の滲む努力だよ。めっちゃグッドエンドやん。4期いらなくね。アクア好きスキル B ちゃんが見られたのは良かったが、もっと恐ろしい回になると思ってたのでちょっと嬉しい。1時間も費やしたのに未解決要素多すぎだろ。4期来た。4期も作ってんすきた。ファイナルシリーズ来た。ああ、テレビでやってくれるのね。劇場版じゃなくて4期になるんか。ファイナルシーズンで本当にファイナルなんですか。1期はさすがにまだ未定か。普通にテレビでやるのか。映画じゃないのはマジで偉い。あ、しっかり放送だ。劇場言ってたやつは読みが甘すぎる。長さ的に映画だとちょっと足りんと思ってた。4期でよかった。テレビで完結か。ちゃんと最後までアニメ化してくれるんだな。映画は回避したか。よかった。博打が過ぎるからな。丁寧に4期で勝負をかけた方がいい。映画でやるには尺が足らないか。よかった。続きは映画化とハラハラしたわ。4期来た。映画化決定じゃなく4期ならテレビアニメでいいんだよな。総集編映画はやりそうな気がする。頼む。ラスト付近だけ改編してくれ。じゃあシャーロットのラストみたいな終わり方に。アナザーエンドは劇場版で。テレビと配信で別パートをやろう。4期の最終回で続きは劇場で展開ですね。わかります。原作通りだと1クール分もないやろ。やっと転生の話したけど転生の話これまで全然してなかったから、2人がどれくらい記憶や認識があるのかよくわからないんだよね。こんな人気作品間違いなく劇場版で荒稼ぎ来るかと思ってたわ。テレビで原作通りやって映画でラスト改編するパティーンかも。映画編って1クールやれるくらい尺あったっけ。
最後だけ劇場版で完結するアニメはダ作。ルビーが可愛い最終回で満足したよ。1クールやるほどストックないけど水増しでもすんのか、原作改編した方がいいけど。年後単独で描いてたいちゃいチャパートを全力で盛れば尺はなんとかなるな。1クール4巻ずつやってたけど今回だけ5巻分やって残り3巻強。マージュは構成ぐらいにすればちょうどいいんじゃね。映画にしとけば荒稼ぎできたのによ。そういやかぐや様も原作の不評部分を大幅カットして最後までやるんだっけ。作者は2作品も最後まで映像化してもらえていいね。最後はもうやった。最後の続きをやる。っていうかカットしたからアニメでは意味わかってなかったし、できるならやった方が良かっただろ。ところで16歳になったよの後はどうなったんですか？まずは地味から。映画やろって予想で出たくらいなら尺余ったりしないか。わざわざ4クールでやるってことはお前ら最後がどうなるか分かってるメンスね。終わり方オリジナル展開にしてくれていいぞ。こっからそんな尺あったっけ？どうせ漫画と展開変えるから尺伸びたとかそんなんか。ちゃんと4クールで完結させるのか。最後は兄より頼むで。4期はいつや。2028年なら遅すぎやろ。推しの子3期かなり面白くないか。なんで不評なんや。オチがね。見ればわかる。これあと1クールあんのかよ、ほんまか。これ4期あるなら原作改編ある。もう原作は1クールやる玉残ってなくない。兄よりでハッピーエンドにするなら評価するで。原作からだいぶセリフ増量されてんだな。実際お前ら原作ラスト改編してほしいの。これ原作最終回の後にオリジナルありそうやな。アニメも4期増えてきたな。ちはやふる4期訳しろ。サリナちゃんかわえ。アマーマルビーちゃんかわえ。光落ちしたルビーちゃんかわいすぎだろ。良い最終回だったな。ルビーちゃん大勝利。推しの子はサリナちゃんだったのだ。もう終わりにしてもよくね。ここからアクルビムソー。サリナちゃん大勝利。ルビーちゃんに好き好き大好きべったりされてたまらん。2人は幸せなキスをして終了や。サリナちゃんも髪切る前はルビーちゃんに匹敵する可愛さじゃないか。ボロサリの再会すごい良かった。推しの子最高。てか思いのほか話進んでてびっくり。アクルビーやん、もっと早くこの展開してくれよ。普通にルビーちゃんヒロイン適性高い。アクルビーチャイちゃんで単で成仏できれば4期も楽しみだぜ。原作の時から一番見たかった前世バレと宮子さん救済見れて、これで安心して成仏できるわ。アニメスタッフありがとう。4期は兄折で好き勝手していいぞ。ルビーの大アクアの好感度がマイナスから反転しすぎだろ。そりゃもう会えないと思ってた先生が生きてたと知ったらあなるだろ。誰だってあなる。俺だってあなる。サリナちゃんだったルビーがアクアが先生だと気づいて泣いて思いを叫び続けるシーン神だったね。泣かずには見られない感動の神シーンだった。ルビーが気の毒すぎて辛いです。そら先生が世界の全てになるわ。というかルビーまで恋愛に参戦したら泥沼やん。原作の頃からサリナと重曹似てると言って面後のレパートリー少ないなんて言われてたが、まさかアニメでここまで寄せるってことはやっぱり意図的だったんだろうな。髪色指定まで赤に近づけるとはな。ゴロって仕事サボってたわけじゃなく患者のケアしてたんだな。ちょっと泣いちゃったよ。生駒ちゃんいい演技したね。自分も文句なしかな。大塚武雄も良かったな。あそこまで優しく感情的なアクアの声初めて聞いた。声優の演技が良くて60分見れたわ。ルビーサリナで泣かされたけど、まさか宮子さんでも泣かされるとは思わなかった。兄弟見バレは力が入ってたが、宮子さんパートが力入っててよかった。いろいろはしょってたな。宮子さん整形とか握手だよ。とか。あれは整形じゃなくて美容やろ。宮右衛門40オーバーだよな。15歳くらい若く見えるんだが。ダイナマイト宮子。今日はこれでいいか。この顔とボディでトップになれないあたり。グラドル界隈ってアイドルとは別ベクトルの魔境だよな。西郷三夫妻が木をアクアがスカウトしたところで吹いた最高。ずっと生意気だと思ってたから、鳩が豆鉄砲を食らった顔見れてアクアナイスって思った。常にどやってたつくよみちゃんを分からせるところで終わりとか最高だった。このシーンが一番見たいまであったので感謝しかない。つ
くよみちゃんってものすごく分からせたくなるよね。つくよみは出演するにあたってどうやって契約するんだよ。一応普通の子供の体に憑依している。正体はわけだから、親も家もあるんじゃない。あの子供実在する存在だったのか、イマジナリーかと思ってた。つくよみは戸籍付きの人間でした。これ原作で突っ込まれていたな。身元がしっかりしていない子役は映画に使われないって。キュービー小町の声優あんな豪華だったっけ。1は覚えてないわ。モブなのにキュービー小町の声強すぎる。花澤香菜の方がリエリーより上やんけ。てかキュービー小町メンバー花澤ひかさってラスボスだから各上の声優起用してきたな。推しの子最終回1時間スペシャル内容が濃い。見どころ満載すぎた、まさにスペシャルな内容だった。最終回を過ぎて2周してしまった。4期はいろいろ荒れるだろうがうまいこと構成考えてやってほしいね。1時間中 CM ほとんどなしでボリューミーだな。とりあえずお腹いっぱいで満足。最後の4期は12話で収まるのかな。悪話の最後は原作通りか。原作の話数だけで言えば3期で46話進めたから4期で残り39話は収まると思う。ラストは今のところ原作ラストを覆すような内容はない。4期オンエア早くても来年かな。まだまだ先だな。来年なら十分早いのでは。他のアニメは次シーズンまで平気で2年3年待たされるところ。推しの子はずっとハイペースだし。アニオリコ、4期で改編されて重装ちゃんエンドになるの楽しみやね。原作で不十分だった2人宛ての DVD の内容が掘り下げられそうで一安心。レビー宛てのビデオは見たいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。